パンラボの池田です。8月オープン、クロワッサンが有名なトロパン出身のシェフが素材とアイデアで欲望を刺激するアフロパン。見上げれば湘南の青い空、逗子に来ています。バスに乗って約10分、トンネルを抜けるとそこは葉山。最寄りのバス停図124567815っていっぱいバスが来て便利。しばらく歩くとあった。アフロパン。気になる。シェフがアフロなのだろうか。アフロなのだろうな。でも違うかもしれない。行ってみよう。いい匂いだ。朝10時、焼きたてのパンが並ぶ時間。フォカッチャローズマリー、クロワッサン、たらこバター、ソーセージドッグ、ピザいろいろ、ベーコンエピ、シナモンロール、メロンパン、フィセル、ミルク食パン、チーズクッペ、ほのか。隣には冷蔵ケースがある。タンドリーチキン、パストラミ、生ハム、ツナ、卵、ミルクフランス、クリームパン。センターにもテーブルがある。クロックムッシュ、カンパーニュレーズ、くるみ、さつまいも、カンパーニュココア、ごま黒、バゲット。シェフの橋本新さん。出てくるのがアフロ。ちょっと帽子を取っていただいてもいいですか？はいすいません。あ、それで結んでらっしゃるんですね。そうなんですサーファーとかなんですか？いや、そういうのは全くサーフィンとかはやってないんですね。やってなくてアフロなんですか？そうですね、もともとこういう髪型も好きで、ドレッドとかそういうのとかをやってたりしてた時期があって。そうなんですか。はい、職場によっては NG なとこも、アフロパンっていう名前が、アフロパンも髪の毛がこう絡み合ってこうボリュームが出るっていうのとでパンもグルテンとが確かに絡み合ってこうボリュームが出るっていうのと、あとは何ですかね、お客さんとか地域の方とその絡み合ってこう膨らんでいけるようなほっこりとしたっていう意味合い持って、アフロパン。私は我慢できなかった。この時焼けたチーズの匂いが店内に充満していたのだ。こいつらの仕業か。我慢できなかった。大人買い。チーズマグマがとろけて固まったカリカリ部。チーズ油による表面テカリエロティシズ。どれから言ってやろうか。これだ。ゴルゴンゾーラピザ。ガシャガシャ、金属的な音を鳴り響かせ、チーズのおこげがはじけ、うまみパウダーになる。ゴルゴンゾーラの苦み、塩気は蜂蜜のとろーりによって癒され、さらには快楽をかきたてる黒鉛変化。青カビの香りも快楽の金銭をかきむしる。むっちり生地のワイルドな噛み応えもパン屋のピザパンならでは。かぼちゃホアジャンピザ。かぼちゃ乗せちゃってますよ。ほっこり甘さをホアジャンの辛さが引き出し、アジアンに変える。タコピザ、さすがだ。葉山ではピザにタコが乗っているのか。このタコ、ディスっているのではない。感動のあまり二の句が告げなくなっているのだ。元気に踊るタコ。プルーン、ポヨヨン。生地のもっちりと食感にニンバウル。甘い。タコってこんなに甘いものなのか。さらにシラスピザまで。シラスから磯の香りあふれる。チーズのカリカリとシラスカリカリ。ダブルうまみパウダー。シラスの塩気は生地へと染み渡り、麦をブーストさせる。葉山からほど近い漁港、刺しまで取ったシラスやタコを使用。その知り合いに
その漁師さんとか卸の人とか行ってですね、まあちょっと相談させてもらっていろいろしらすやらタコやらを、まあこの辺で有名なので使わせていただけたらなっていう話をしてぜひと言っていただけたので、しらすもタコも取ってきてそのままの状態で釜揚げしてるみたいで、上がったらすぐに、そうですね。まあそれがまあそこのまあしらすの平戸島丸さんっていうんですけども、佐島の、そうですね。タコの方がトマトソースですか？そうですね。自分で。あ、そうなんですか。そうそうご苦労様です。ありがとうございます結構いろいろ自分でまあ具材やらフィリングやらを作ってて、ほとんどが手作りが多いですね。あ、そうなんですか。クロワッサンが有名なトロパン東京出身の橋本シェフが作るクロワッサン、むせぶほど発酵バターが香る、とろける、この量やばい、いやマジでとんでもない量のバター、いわゆる処理処理、細かく砕け散る、やがてジュワー、まるでバタースポンジだ。じゃがいものようなでんぷんの濃さを感じる小麦味、生地もバターも液体となって喉を下る。ちょっと多めにまあ入れる感じにしてますね。ポンドバターを叩いて、あ、そうなんですか。フランス産の発酵バターと、あとは国産のポンドバターをまあ混ぜて、なるべくちょっとパイ寄りっていうんですかね、クロワッサンよりもちょっとパイ寄りなイメージで作らせてもらって、まあ、バターをこう溶かさないように、こうあんまり緩まさないように低温で持っていってる感じですね。コンベクションの方がなんていうんですかね、こう皮がよくトロパンさんが言う処理処理っていうんですか、ああ、処理処理。そうですね。その食感が僕も美味しいなと思ってたんで。この最高のクロワッサンのちび黒があるのか。おーっと、ちび黒ではない、香るごま黒だって。5個1袋で290円。クロワッサンにごまだ。本当に合うのか。1個つまんでみよう。ジュワー、香る発酵バターとともにブワー、醤油の香りがあふれる。甘じょっぱの快感。アイスに醤油かけるとうまい現象がクロワッサンで起きているぞ。ごまの香ばしさもクロワッサンの皮の香ばしさをブーストする。うちの子供が醤油ごまでご飯を食べるのがすごい好きでして、これクロワッサンにかけたら美味しいんじゃないっていうのがこう発想のもとで、醤油ごまっていうのがあるんですよ。ふりかけで？ふりかけというか、もう売ってるもので。売ってるもので、この小さいミニクロのあれにふりかけて、僕的にはこう、あ、これベストだなっていうとこが。駐車場も完備。葉山のドライブのついでにどうぞ。あなたもアフロと絡み合ってみませんか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。いいね、コメントもお待ちしております。